皆さんごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語るチャンネル、美魔女スタイルです。私は第9回国民的美魔女コンテストグランプリはんなり美魔女梅本理恵54カラットです。では今日はメイクが大好きな私が上品ピンクメイクをすっぴんからメイク完成までをお見せしていきたいと思います。それではレッツ美魔女。さあ皆さん、メイクを落としてきて今すっぴんになりました。ここから私のメイクを始めていこうと思います。まず私はディファインの赤箱を愛用してます。メイクの一番初めにこのディファインを必ず装着してこの顔からスタートします。今日は下地3種類使っていきます。まずポール&ジョー、こちらの下地なんですけど、私最後にピンクのチークを塗りたいんですよ。でそのピンクが入るためにまず肌の色を大好きなちょっとピンクみに寄せたいのでワンプッシュこれぐらい使ってもう指で塗ります。でここからこう斜め上に引き上げるようにしてまず置いていきます。鼻筋とあとおでこで口角のとこからちょっと上に引き上げてお肌全体に伸ばしていきます。はい、こんな感じ。結構もうこれでトーン上がってませんか？はい。でここに次はティルティルなんですけど、こちらなんで塗るかっていうと、でベージュ色を肌にのせるとちょっと黄色みがあるからか、なんかあらがすごく馴染むっていうか目立たなくなるんですね。これぐらい使います。はい。でこちらからちょっとポイント的に下地を使っていこうと思います。涙袋の下のところにやっぱりエイジングサインがすごく出てきてるんですよ。でそこをなじませるためにこのちょっと黄色みのある色でこうねのせてなじませていきます。であらが結構ね消えるんですよ、これをやると。でこれをここのほっぺたとあと鼻のこの下の小鼻のとことかが赤みがあるのでここにもちょっとちょんちょんと広げていきます。下地の最後になります。じゃじゃん。このリリビューのこれはね、シルクブルーっていう色なんですよね。でこちらも本当に豆粒ぐらい、これぐらいですね。はい、こちらもポイント的に使うので本当に少量で大丈夫です。で一番ね綺麗に肌を輝かせたいのがこのほっぺたと鼻筋なんですよ。でそこにのせます。ほっぺたとここほっぺたで鼻筋あと、ほうれい線目立たせたくないので、でもほうれい線の上にのせてしまうとすごく逆に目立ってしまうので、ほうれい線の付け根のとこだけにちょんってのせます。でこの状態で今ちょっとねへんてこな感じになってるんですけどこれロージーローザのスポンジなんですけど、これもめちゃくちゃ愛用してます。でこちらを取ってですね、もうこの状態をねなじませていきますよ。はい、もうこの周りの空気も全部含ませるような勢いで、トントンしていきます。こういう感じ。トントントン。でこのスポンジ濡らしたりしなくてそのまま乾燥の状態で使うのは何でかっていうと、肌にまず密着させたいんですよ。であと3種類も使っちゃったんで少し余分なものこれで取りたいので乾燥の状態で使ってます。結構密着したこの状態でももういいかもしれないぐらい、はい、なんですけど、ここから次ファンデーションに行きます。資生堂の、ファンデーションですね。エッセンススキングローファンデーションワンプッシュです。さっきと同じです。ほっぺたのとこから引き上げる。で鼻筋とこの小鼻のところちょんちょんってやって、あと顎先から口角上げます。そしてまたトントンしていきます。
お顔のあんまり縁には塗らないようにずっとしてきたんですけど、ここでちょっとこの顎先から首に向かって少し伸ばしておきます。ちょっと見てください。かなりピンクみのあるツヤ肌できてませんか？でここでちょっと欲張りなんですけど、もうちょっとシミとかをちょっとカバーしていきたいので、ここでコンシーラーが登場します。ディオールスキンのフォーエバースキンコレクトコンシーラー、もう一つコスメデコルテのトーンパーフェクティングパレット、これをもう並行して使っていきたいので、ディオールの方を手の甲に出しますね。これぐらい。こちらはそのままパレットを手に取って、この筆を使ってお顔にのせていきます。まずここにちょっとたるみグマみたいなのがあるので、それに対してこの右上と左下混ぜて使います。ここでのせ方がすごく大事。なんか払ったりトンってのせるんじゃなくて、本当に細かいドットでのせていくのがポイントです。でこうトン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 っていう感じで、これでちょっと心配になるじゃないですか。でも大丈夫です。ここで出るのが V3 ファンデーション。なんかここまでレイヤードしすぎて大丈夫ですかって感じじゃないですか。全部それをね、この V3 がまとめてくれます。本当にほんのちょっとでいいんですよ。これぐらい。このパフで取って、ここでくるくるってパフの中になじませます。そう、スポンジにこんな感じでちょっとついている感じです。でこの状態でさっきのスポンジみたいに空気を含ませながらトントンしていきます。で周りにもちょっとなじませて、おでこの方にも広げたり、こんな感じでめちゃくちゃ綺麗になりませんか？こっちがやってない方で、こっちがやった方です。めっちゃ綺麗じゃないです？ツヤもすごくありますよね。こんな感じでベースができました。コンシーラーの後にちょっとだけピンクみを足したいのと、あとちょっとツヤが必要ない部分があると思うんですよ。そこをカバーしていきます。ナウズのパウダーで、いわゆるリフコです。ツヤが必要のない部分をこちらでカバーしていこうと思います。こちらパウダーを使ってツヤが必要のない部分にこれをのせていきます。この目のここら辺ですね。ここにのせていきます。はい、それとこの小鼻の横ですね。押さえていきます。で下まぶたにもアイシャドウをのせるので、この下まぶたも、それとあと眉毛ですね。眉マスカラとか眉毛描くときにそのラインが出づらくなるので、手の中にパウダーを入れていきます。今度ツヤがもうちょっと欲しい方、そこにメイクアップフォーエバー、さっきと同じブラシで取って、で今度ツヤが欲しいっていうところ、鼻筋ですよね。鼻筋にのせます。でも鼻先と鼻根だけのせますね。でまた取って、で目尻上げて見えたいので、目尻からこめかみのあたりまでのせていきます。それともう一つ口角も上げたいので、この口角の横から斜め上にちょっと引き上げながら、これ結構大事です。であともう一個、この唇のね、ここに角があるじゃないですか。リップ塗った時に目立たせたいので、ちょっとここにも塗っていきます。はい、こんな感じで置いていきます。はい、やっとベースが完成したので、眉毛にはこちらのピーチシー、この眉マスカラまず塗っていきます。で色味はアッシュピンクです。なのでさっきねベースにちゃんとツヤ消しで仕込んだので、少しこの毛にのりやすい状態なので、もう毛にのせていきます。ここで大事なのが、眉頭5ミリ開けてください。眉頭がドーンって乗ってると抜け感がない感じがするので、この5ミリを置いた状態で毛に逆らうようにして色をのせていきます。私、眉毛は左右が非対称なんですね。これを調整するのにセザンヌの超細芯アイブロウ、
これで足りないところ描いていきます。ちょっと高いので下にここら辺ですよね、ここら辺に描いていきます。そう一本一本ね毛を足すようなイメージで描いていきます。で今度右側の眉毛なんですけど、眉頭が足りないんですよね。でそこをちょっと描き足して、で眉毛終わりました。ここからアイシャドウに入っていきます。アイシャドウはもう大好きなスック、もうめちゃくちゃ可愛い、一目惚れして買いました。多分塗り方いろいろあると思うんですけど、パッとこうパレットを見た時に自分が好きな色ってどれだろうって思ったらこの左下の色なんですよ。なのでこれをいきなり塗ります。で付属の筆に立っていきますね。でまぶたの上にもういきなりドワーって塗っていきますよ。もうで塗るところはここら辺ですね、二重の少し上のあたりまで。そして涙袋にも塗りますね。このまま涙袋に塗っていきます。こんな感じです。はい。でこれをまた両面に塗っていきますね。こっちも。もうこれでもいいんですけど、ちょっと目の真ん中が高く見えたいので、左上の少し深いゴールドみたいな色味をちょっと指に取って、これを目頭、ここですね、目頭とでこの目尻で真ん中にこの左上のちょっと明るい白っぽいゴールドみたいな色味を、これ真ん中、目のまぶたの真ん中ですね。ちょいちょいとちょいちょい右上のこの色ちょっと白っぽいゴールド取って、涙袋を目立たせたいので、さっきねベースにこの色塗りましたけど、その上からちょっと目の下の真ん中あたりに、でこれ左右やっていきますね。こっちも。はい、アイシャドウ終わりです。もうすごい一気に華やかになりません？ね、すごい可愛い色味です。でここからアイライン入っていきます。アイラインがこちら D アップのお色味がシナモンブラウンっていう色味です。オレンジの色味を目のこのアイラインに仕込んでいきたいと思います。どこに引くかというと、目の印象を強くしたいので、まず目のこの瞳の上下に入れていきます。なのでここですよね。このでこの下にも入れていきます。はい。であとは目のこの目頭なんですけど、すごく引くんじゃなくて本当に2ミリぐらいちょっと出す感じですね。これぐらいで、目尻もここの本当のちょっと2ミリぐらいですね。はい。で反対側もやっていきますね。この瞳の上下、上とまつげの間に入れていきます。さあ最後マスカラです。やっぱり女性といえばまつげだと思っているので、まつげもこだわってます。3本使います。キャンメイク、はい、こちら見てください。コームが本当に何て言うんですかね、コイル型っていうんですかね。これがすごく毛の生え際に入り込みやすくて塗りやすいんですよ。でこの本当にもう根元を立ち上げるっていう意味でこれを使うので、根元を押さえて少し上に。続きましてスカルプ・ディ・ボーテのマスカラです。これも長さと土台をしっかりさせるためにこれ使ってます。なので根元からちょっとギザギザさせながら上に向かって、最後扇形になるように塗っていきます。下まつげめちゃくちゃ大事なんですよ。なので下まつげもすごいたっぷり塗っていきます。で最後にもう少しボリュームを与えたいので D アップのマスカラです。美しいまつげを目指して丁寧に塗ってます。さあここまで来ました。じゃああとチークとリップで終わりになります。まずチークです。
チークはこちらディオールのロージーグロー、お色番号が001、ピンクです。めっちゃピンク、ピンクで、私このピンクがすごく大好きなんですね。でも肌にはきっと、オレンジ色のチークの方が合うと思うんですよ。でも自分の肌に合うのももちろん大事だけど、しっかり肌作りをしてこちらの色が映える肌を毎日作っています。ただこれが塗りたい。こちらのブラシを使っていきます。さっきのこれですよね。色味をしっかりとっていきます。一回ね、ここでなじませます。はい。で、私チークのせる時のポイントなんですけど、ビーンズ型っていうんですかね、豆みたいな感じでここにこうのせます。ここからトントンしながら斜め上に向かっていきます。はい、反対側もやっていきますね。丸くのせたいところだけど楕円形にのせていきます。めっちゃ上手にのせた。こんな感じです。ほっぺたがね、こう丸く見えませんか？すごくピンクがね映える肌今日作れたから、ピンクがすごく映えて丸く見えるのがすごい今日嬉しい。それでちょっとこう最後にねチェックするんですけど、チェックした時にほらこれ見えてるでしょ、ピンクのシミね。これに対してはウォンジョンヨのコンシーラーですね。中開けたら上がオレンジで下がピンクのパウダーになってます。これを使って最後にトントンとしながらピンクのシミ消しますよ。じゃあね、オレンジを取ってこのシミのここにトントントン見て消えましたよねでここに最後こっちのピンクのねパウダーも取って上から柔らかく押さえて完成です。最後リップ塗ります。私乾燥がすごいひどいのでプランパー仕込んでいきますね。こちらはフィーのものです。血流がすごく良くなりますよ。でここに好きな色味、今日はこのカネボウの塗るとピンクみが強くなってすごく綺麗で可愛い色味です。はい、完成しました。こんな感じです。結構うまくいきました。やっぱり自分が目指す肌が作れると本当に気持ちがね上がるしワクワクしますよね。私自分の中でやっぱりエイジングサインが出てきたりとか、少しねやっぱカバーした方がいいっていうところって出てくると思うんですよね。でもそれをなんか自分のこの工夫で自分の好きな肌も作れるし、私が最後にのせたいこのピンクのチークもやっぱり自分の肌とは遠い色かもしれないけど、肌作りをしっかり仕込むことで好きな色も選べるし、本当にメイクって楽しいなって毎日思いながらやっています。タイムレスビューティー、自分で考えたメイク技術みたいなものを今日お見せすることができてすごく楽しかったです。少しでも私のメイクの仕方が参考になったらすごく幸せだし嬉しいです。チャンネル登録、それからいいねボタンコメントもお待ちしています。ではまたお会いしましょう。